いや先生。はい、どうしたのぶりくん。いや何？違う、スイッチ入るなと思って。そう、はい、打ち合わせ室のトモヤルタが欲しいんですよね、やっぱり。白衣着ると先生になるみたいな感じにピッてなると、やっぱちょっとさ、ちゃんとしなきゃっていうのはあるよね。それちょっとやめましょう。そんな風にしてるつもりないんだけどね。でおもろいんですよね、やっぱその裏新たの。裏新たやめてよ、ちょっと。すごいゲスいわけじゃないですよ。面白いんですよね。でどうしたんですよ。SNS 界隈で話題になったりしてると思うんですけど、スキンケアの濃度問題。ああ、わかる。数字が書いてあるとなんとか25とかあると買いたくなるんですよね。そうだよね。これはでもなんかちょいちょいその界隈で噂になったりしてるんですけど、実際どうなのかっていう。これね、もう本当なんか私の中でもいつかね言いたいなと思ってたんだけど、どういう風に言ったらいいのかっていう誤解がね生まれないようにするかなって考えて、まず問題としてよ、1個が濃度。例えばさっきね25とか書いてあったら気になるって言ってたけど、じゃあそれがさ25って書いてるのとさ15って書いてあるんだったらさ25取るってことでしょ。そう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 。なんかそっちの方がいいんじゃないか的なことだよね。的な数値が高ければいいと思ってるのは幻想。幻想。もう一つは本当にそれがそのパーセンテージ入ってるかどうかは正直全部が全部入ってるとは私は思えない。こんなこと言ったら化粧品に対してって思うかもしれないけど、なんとなくからくりみたいなものを使ってなんかいい意味で誤解させるみたいな感じのやつはあるかなとは思う。正直私はそういうのは絶対扱わない。ダメっていう風なこと言わないようにしてるの。確かに使ってていい人もいますもんね。そう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 。それはいいんですけどね。最初から言うけど、濃度が高いといいんじゃないかみたいな誤解は本当やめてほしいのね。なんでかっていうと、じゃあビタミン C を例に挙げると 5% 以上ぐらいあればいいって言われてるのよ。医薬部外品だとそれぐらいっていう風には決まってるんだけど、だいたい今ってさ20とか30とかいっぱい書いてあるじゃない。ビタミン C ってすごく肌にいいんだけれども、やっぱり濃度が高くなるってことは刺激感も強くなってくるわけよ。あー、なるほど。そうそう。だから毛穴をね引き締めたい、じゃあビタミン C の高濃度のたくさん使いたいと思ったとしても、ベースがさ乾燥肌だったりとか混合肌だったりとかっていう人だと染みちゃったりとか肌が荒れちゃうっていうところもあるから、その人に合ってるパーセンテージであれば20の方がいい人もいるし 5% がいい人もいるから、絶対的に高いものが必要かっていうのもある。ビタミン C だけじゃないよ、全部の成分ね。ちなみになんですけど、自分に合ってるパーセンテージはどうやって分かればいいですか。まず一つ刺激がないかだよね。自分が使って。そう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 。やっぱさ高濃度になればなるほど刺激感って絶対あるわけ。だからあったらダメなんですね。あったらダメ。なんかピリピリするってことは書いてあるんだったらまだ100歩譲っていいけど、それでも私はあんまりおすすめしないのね。染みてるのがいい感じとかじゃない。それはね、あなた昭和のなんか部活精神頑張ったらなんかいいみたいな。平成生まれ。それはね絶対ダメ。それこそレチノールとかだったら皮がむけるとか、そういうのがあると長く使えないじゃん。肌に良かれと思ってやってんのに刺激になって逆に炎症を起こしてるっていうパターンもあるわけ。適正の濃度っていうのが成分によってもあるし、その人にとってもあるから、高ければいいっていう幻想は一回捨てよう。あとやっぱりさ組み合わせみたいなものもあるわけ。組み合わせ。そう。例えばビタミン C とナイアシンアミド相性いいよね。どっちもさ 20% ずつ入れてましたってさ、喧嘩しそうなイメージわかるでしょ。全体的な組み合わせっていうのもあるから、本当はそういうのもなんだけどさ YouTube とかでさ成分とか解説してる人見ちゃダメ。いやちょっとダメっていうかそれに騙されないで。成分は大事よ。大事なんだ。といえば成分みたいな。大事なんだけど絶対ではないわけ。まずさ化粧品っていうのはさ気持ちよく使って気分が上がるっていうものだから、そうピリピリするとか赤くなるとかなんか匂いが嫌だとかそういったものでもないし、この成分が入ってないからダメでもないわけ。組み合わせだからさ、だからそういうのは残念だなと思う。もう一つが問題よ。問題。パーセンテージは一つの目安で書いてあった方が選びやすいではある。だから皆さんが高ければいいわけじゃないっていう認識であればいいんだけれども、高いのがいいっていうのが流行りだよね。だからパッケージに20とか何パーセント書くとかっていうのはあえてしてるところはなんか嫌だなと思う。もう一つが本当に入ってるのかなって思うものが全部じゃないよ。もちろんそういう風に入ってるとは思うんだけれども、どうかなって思うものも中にはあるし、例えばビタミン C だったらピュアビタミン C で入ってるのか、ビタミン C の誘導体で入ってるのか、レチノールもレチノール純粋のレチノールで入ってるのか、レチノールの誘導体で入ってるのか、最近だとアゼライン酸もアゼライン酸で入ってるのか、アゼライン酸の誘導体で入ってるのか、それによってもパーセンテージって全然違うわけ。パーセンテージだけを書くっていうのは私はなんかどうかなとは思うし、
例えばだよ、純粋レチノールって 0.1 とかあっただけでもすごいわけ。でも例えばレチノール誘導体だったら 1% 入ってるってなったら、そっちの方がいいように感じるでしょ。だからこの成分が自分が思ってる成分として何%入ってるのかっていうのは結構どうかなって。難しいよね。だからさ、分かんないですよ。分かんないよね。あれですね、別にその20とか書いてあったとして、実際に入ってる成分のパーセンテージの量が肌にとってどうかは別にイコールではないってことですよね。イコールじゃない。製品が悪いってわけでもないですよね。悪いってわけじゃない。だって自分が誤解したからダメっていうのはあるかもしれないけど、化粧品として成り立っていて、一つの成分だけじゃなくて組み合わせによって使って良ければそれはそれでいいわけよ。そうですね。使っていいのに違うんじゃないかって情報を見ただけでやめるは別にもったいないってことですよね。ただ逆にそうなっちゃうからメーカー側も誤解されるようなことはしない方がいいと思う。もし私が化粧品を作るんだったらちゃんと書くよね。ピュアなのが書いて何%って本当に自分がいいと思うんだったらやるよね。なるほど。化粧品を皆さんなんかこう過信してるところもあるっていうか、まあ確かにそう薬みたいに全部それでいけるみたいな、そういうのはやっぱりちょっとどうなのかなって思うから、のぼりくんとかこれね見てる皆さんにもまず濃度とかは高ければいいってもんじゃないっていうことと、それが入ってないから意味がないわけでもないし、どんな形で入ってるかっていうことでも変わってくるから、美白ってなったら美白の有効成分入ってた方がいいよねとか、指標にはなるんだけど結局は自分が使ってどうかっていう感じかな。なるほどってことですよね。それが良ければいいんじゃないかと。合わないんだったらそれは他の行った方がいいよっていう。そう結果をさすぐに求めがち。1週間とか肌ってそんなに1週間とかさ、いや僕も学びました。学ぶでしょ。あとさ美容医療ともさ組み合わせるからさ、スキンケアをちゃんとして美容医療やってっていうのがもうさマストだから、刺激とかが毎回あるっていうのもあれだし、私もレチノールとかビタミン C とか大好きだから使うんだけど、たまにさ毎日使ってるとなんかちょっとピリッてする時あるわけよ。自分が今まで使ってるの、そういう時私1週間ぐらい全部何もやめるもん。化粧水とクリームぐらいで終わるっていう時もあるわけ。そうすると意外と肌がさ調子よかったりするわけだからやりすぎてるっていうのもあるから気をつけた方がいいかなと思う。スキンケアにハマってる人こそ気をつけてほしい。なるほど。私も自分で喋りながら気をつけようと思う。なるほど。いっぱいいい化粧品あるからさ、いい成分いっぱいあるからさ、使いたくなるのよ私も。人には言うわけ、そうやって。でもたまにやっぱ私もやらかしちゃう。そうまあまあな大人数にさ言うんだけど、やっぱり私もちょっとやらかす時があるから、パーセンテージじゃないよっていうのと成分だけじゃないっていうことと、誤認させるじゃないけど、そういうふうなところもあるからちゃんと知識をつけましょうっていうことかな。なるほど。大丈夫？大丈夫？意味分かった？いやまあ分かりましたよ。分かりましたけど、そのやっぱ成分を見てこれ分かんないから先生の動画見てるっていうのもあるじゃないですか。絶対はないからさ、自分が使って気持ちいいが正解よ。人は誰も正解教えてくれないから。なるほどなるほど。なんで皆さんもお気をつけになってください。先生はめちゃくちゃ分かりました。途中でなんか私だったら成分全部書くって言ってたんで、振りですかこれ？いやちょっとない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 、私はないよ。ともりやらたが本気で作ったスキンケア。名前は決めてんだけどね。名前は決めてんだけど振りじゃない振りじゃない。もうさこれでさ書かれるからともり先生がつくんじゃないかって研究所を持ってるわけじゃないから、やっぱりそういったところにはリスペクトがあるから、成分も大事だけれども独自処方ってすごい大事だからね。いや確かに研究所ね大事ですよね。はい、これからも私のチャンネルではそういったものをね皆さんにどんどん紹介していきたいなと思うので、楽しみながら見ていただければと思います。じゃあ今日のぶりくんどうもありがとう。どうもありがとうございました。また来て。わかりました。